組木プロジェクトというプロジェクトのお話を今日はさせていただきます。どういうことをやってるかというと、家具とかあと空間ですね、空間を自分たちで作りたいっていう思ってる方をサポートすると、工具を貸したりとか作り方を教えるっていうプロジェクトをやってます。でどんなプロジェクトかというと、ちょっと簡単にご説明をします。これよくある日本の賃貸の一室です。空き家ですね。でこれがつい最近5月にすごく大きく劇的に変わりました。こんなふうに変わりました。でこれ何がすごいかっていうと、これ全部ですね、素人の方が作ったんです。でこういう自分で暮らしを手で作りたいと思っている人たちをOK 支援すると。OK? OK。で自分で作りたいと思っている人たちをサポートするっていうことをやってます。でただですね、今日皆さんにお伝えしたい、僕のプレゼンテーションでお伝えしたいこともたった一つなんですけども、それは DIY じゃないんです。何をお伝えしたいかっていうと、 DIT っていうコンセプトをぜひ皆さんにお伝えしたいと思ってます。 Doing it together ですね。こういう話をすると、例えば物を作ってない方、ちなみにこの会場で家具を作ってるとか、住まいを自分でご自身で作られてる方っていらっしゃいますか？はい、お一方ですね。ほとんどいないんですよね。でそれも皆さんしょうがないと思ってます。午前中のプレゼンでもありましたけど、本当皆さん忙しいですし、面倒くさい、お金で買った方が早いと。大丈夫です。実は僕もたった3年前までは皆さんと同じで DIY とか DIT 自分で作るってことを本当1ミリもですねやろうと思ってなかった人間です。でちょっと昔のことを振り返ってお伝えします。大学卒業して最初は営業の仕事に就いてました。朝早く起きて満員電車に乗って会社に行って、ぎゅうぎゅうに押し込められて会社に行って、夜まで遅くまで働いて、時にはコンビニでご飯を買って寝に帰って、また明日朝行くと、このサイクルですね。でその時に感じてたことが一つあります。東京ってすごい人いるじゃないですか。でこんなに人がいて、職場でもこんなに人に会うし、満員電車でも人がいるのに、なんかつながってる感覚がなくて、実はすごい孤独感を感じてました。だからFacebook とかできちゃうと大変ですよね。いいねがつくとなんか嬉しくてしょうがないみたいな、そういう気持ちになっちゃう時期がありました。多分お分かりの方がいらっしゃるかもしれないですね。でそういう感覚が大きく変わって、物を作らなかった僕が作ってみようとか、そういうふうになったきっかけが実はあります。2011年の3月11日、東日本大震災でした。当時ですね、震災の後、復興の支援で岩手県の陸前高田市に入って、最初にやってたことが、地域の住民の方々で一緒にまちづくりのお手伝いをしてました。でその時にやったのがですね、これ杉のブロックなんですけど、間伐材で作ったブロックキットを積み重ねていって、セルフビルドで自分たちの力で集会所を作りました。これが1棟目の集会所です。ありがとうございますでなんでこんなことやったのかっていうと、当時ですね、ある人が言ったんです。住民の方が、子どもたちに瓦礫の町をふるさとだと思ってほしくないんだと。でだからみんな夜の7時に仕事終わりに疲れてでも市役所に集まって、こんな町できたらいいよねとか、こんな道路作ろう、こんなお店できたらいいよねってすごい夢を語るんですね。でも皆さん想像してほしいんですけども、9時に会議が終わって皆さん仮設住宅に戻るんですよ。たくさん夢を語って現実を見て、夢を語って現実を見てが2年以上続いて、心折れますよね。どんどん1人2人と会議に来れなくなっていくと。そういう時に流されてしまったコミュニティセンターがあった場所にもう一回集会所を自分たちで取り戻したら、
来なくなった人も来てくれるかもしれない。何か一つでも変わらない景色とか自分たちの暮らしがどうなるかも全然2年経っても変わらなかったんですね。何か一つでもいいから自分たちで形にできたらちょっとは街づくり進んでると思えるかもしれない。その結晶がこの集会所でした。でちょっと当時どういうふうに作ったかって映像があるので、それを皆さんにご覧いただけたらと思います。ブロックを組んでいくんですね、こうやって。で表情に本当に注目してほしいんですけど、みんな本当に楽しそうにやってます。で基礎はできてるんですけど、基礎の上、壁と床と天井全部自分たちで2日間で20坪作りました。この会場の半分ぐらいですかね。仮設でやることなくなったお父さんが工具持って来るんですね。でそのお父さんの背中を子どもたちが楽しそうに見てて、お母さんたちがランチを差し入れしてくれて、みんなで作っていくんです。これ自動車の整備士さんが作って、最後餅巻きで終了です。本当に楽しくて、やっていく中で2日間でですね、中では踊り出しちゃう人も出るぐらい楽しかったです。でただ僕が一番心に残っていること何かっていうと、できた集会所じゃなくて、さっき皆さんに見ていただいたこの人がつながっていくところ、作るっていうことを通じて人がみんなこうつながっていくっていうことが、その光景がすごく今でも印象に残ってるんですね。でそういう時に地元の方がある言葉を教えていただきました。ゆいっていう言葉ご存知ですか？地域には助け合いのコミュニティがあります。例えば田植えをみんなで手伝ってやったりとか、ここに書いてあるかやぶきの屋根をみんなで直すとか、お金をかけなくても助け合いで協力して暮らしを自分たちの手で作っていくというコミュニティがありました。それが陸前高田でもああやって集会所をみんなで作るっていう原動力になっています。でこのゆいっていう言葉を教えてもらった時に、かつて東京で孤独を感じていた僕は、こういうなんかつながりがこの場所でもできたらいいなと思ったんですね。首都圏でも東京でもこういうなんかこうゆいみたいなものができたらいい。でもちょっとわがままなので地域のしがらみはちょっと苦手ですと。なので現代のライフスタイルに合ったようなつながり方ができたら、もっと心も豊かになるんじゃないかと思いました。でそこで、今やってることが、共に作るっていうことを楽しみながら人がつながっていくと。この瞬間みんなでつながっていくっていう人と人のつながり方ですね。それを今 DIT という言葉で表現をしています。でどんなことが、どんな可能性が生まれるのかっていうのを皆さんにぜひお伝えさせてください。もうすでに起きていることですね。例えば個人宅、親子で一緒に子供部屋を作りました。お姉ちゃんと妹とお父さんとお母さんが一緒にこう作っていた。手で作るってことはコストも下がるんですよ。例えばすごく高い家賃を払ってきれいに完成されたリノベーションされた住宅に住まなくても、ちょっと抑えてでも気に入らない部分を自分の手で作れるとしたら、暮らしがすごく豊かになるって思いませんか？シェアハウスでみんなでこう作ることで人となりがすごくよく分かってくるとか、あるいは日本って引っ越し多いんですよね。新しいコミュニティに馴染むときに作るっていうのが一つのきっかけになるかもしれない。さっきご紹介いただいた青木純さんのところでコワーキングスペースもみんなで作らさせてもらいました。将来このコワーキング使いそうな人事前に集めてみんなで作るんですね。でそうやって事前に知るからいろんなプロジェクトが今ここで生まれてます。今日法人の企業の方もいらっしゃると思うんですけど、法人企業でも床をみんなで社員さんで作ろうとか、働き方とか価値観が多様化している中で IT のツールでコミュニケーションが減っている中でみんながつながるきっかけをこうやって作ってきてます。最後、学童保育、つい最近やったんですね。床を子どもたちと保護者と先生と一緒に作りました。でもし地域の人も入って一緒にこういうものを作ったとしたら、例えば子どもの声がうるさくてとかよく起こりやすいことなんですけど、少し地域の関係が豊かだったとしたらそういうことが起こりにくくなるかもしれないと思ってます。で今日本社会って本当にいろんな課題を抱えていると思います。最初に僕孤独だったってカミングアウトしましたけど、先進国で一番子どもが孤独を感じている
国はこの日本です。20代から30代まで死因のナンバーワンは自殺です。こんなにビルが建って豊かになった国で何かがやっぱり足んないんだなというふうに思います。ユイみたいなつながりを現代のライフスタイルに合った形で作っていけたら、こういう笑顔が例えば今日いらっしゃってる家庭の中とか会社とか地域社会の中にどんどん広がっていったら、どんな未来が作れるかっていうのをすごく僕は楽しみにしています。例えば作れる人がたくさん増えた街、もし災害が起きた時にとっても心強いんじゃないかなというふうに思います。なので今日はDIT というコンセプトを皆さんにぜひお届けしたい。一人だと結構大変なんですね。作るってめんどくさいじゃないですか。集会所も一人でやれって言われたらもう修行ですよでも面白いんですよ。苦しいことも大変なこともみんなでやると楽しくなったりとか、かけた手間が愛着に変わるんです。こういうブロックも一緒に積み重ねる相手がいて一つのものができるとすごく豊かなつながりができるんです。なのでそういうより良い未来を皆さんと一緒に DIT していきたいなと思います。ありがとうございました。